はい、皆さんこんにちは。竹虎4代目です。さてですね、今日皆さんにご紹介したいのはこちらなんですよね。白竹の八つ目バスケットです。これ持ち手が1本で、とてもね、物が出し入れしやすくて人気あるんですよ。これどうですこれ。この口、大きいでしょ？大きくて、で、置いた時にすごく安定感もあって、僕なんかよく車で行って買い物たくさんしてね、で、助手席だったり、それから後ろの座席にトンと置いて、すごく安定感があるので、たくさん買い物する時なんかね、とっても重宝する竹かごの一つなんですが、これがね、この形といい強さ、適度なしなり、で、しっかりしたこれ力だけ。これほんと丈夫でね、長持ちして、こういうのが一つあれば、一生ものっていうかね、一生お付き合いできる、そういった竹かごなんです。もともと真っ白かったんですよ。真っ白いのが、こういう色合いに変わるのに、6年か7年か、もう忘れましたけど、結構使ってます。で、使って、結構こういった真っ白い竹肌が、こういう色合いに変わってくる。で、この塔なんかもそうなんですよ。もっと白かったんですよ。もっと白かったのがだんだんこういった飴色に変わってくる。自然素材の良さっていうのはそういったとこにあるんですけれど、実はですね、今日お客様からこの白竹八つ目バスケットを20数年ご愛用いただくというお客さんから一つの八つ目バスケットが修理に帰ってきました。それがね、こちらです。じゃじゃーん！どうですこれ。僕のやつも多分ね、買ったばかりのやつだとか、それとか白竹の買い物かごとか持たれてる方からしたら、飴色になってとっても綺麗だなというふうに思われてるかもしれないんですけど、それさらに20数年使うとこんな色ですよ。ほどん。この色目の違い分かります？こんなに色が違うからね、やっぱり竹ってすごいっすよね。こんなに違うもの。いや、ほんと僕のやつもね、まあまあ結構いい色合いに変わってきてる方ですよ。ところがそれがね、なんか色塗ったように、テカってますから、しかも。やっぱ竹ってね、すごいよ、ほんと。いや、皆さんほんとね、僕竹ずっとやってるから言ってるわけじゃなくて、マジで竹ってほんとすごいです。これ、すべすべ。ツヤツヤです。まあ僕のもそうやね、ツヤツヤ。けどね、こちらこのお客さんのやつ、20年前の修理に帰ってきたやつ、さらにすべすべです。これがやっぱ竹の魅力、竹のいいところですよ。修理ってここです。ここ。塔がね、外れてしまってるんですよ。竹はね、ほんと丈夫なんで、ほんとびくともしてないね。びくともしてないです。ただね、ちょっとここの塔巻き、これが外れたので、巻き直しというような形になるんじゃないかなと思いますね。塔の色合いの違いはこれわかる？塔の違い。これすごいよね、お客さん綺麗に使ってる。こんななるんすよ。こんなに。いやー、すごいわ、これ。で、やっぱりその竹の良さっていうのは、ここ直すじゃないですか。ここ直したら本当にまた新品同様に、また20数年、同じように使って、もしかしたら娘さんだったり、あるいはもっともっとそのお孫さんの代まで、長く使えるっていうのがやっぱこういったね、竹の良さ。で、やっぱり買う時に、これ、ちょっと高いな、ちょっと贅沢だなって思われるかもしれませんが、結局ですね、こうして長く使って、で、使えば使うほど愛着が深まる。いやいや、愛着むっちゃ深まるんですよ。深まるんでね、もう僕ほんと安い買い物だなって思いますね。今そのマダケっていうのは、全国的その天狗病っていう竹の病気があるんですが、それに大体罹患してしまって、もう正直その竹のマダケの品質っていうのは、だんだんやっぱ悪くなってきてるんですよ。20数年前っていうとまだそんなでもなかったので、竹が綺麗だった時代の作品ですね。そうすると、やっぱこうやって見ててもね、竹すごい綺麗やもん。だからやっぱり昔の竹、マダケっていうのはやっぱり今もそれ汚いとは言わないです。今もね、そんなむちゃくちゃ悪いとは言わないんですけど、やっぱりシミがあったり、傷があったりする竹をやっぱその切る職人さんももう激減してるんですよ。
だから昔は切らなかった竹なんかっていうのはやっぱ実際切って使ったりというのも実は今あるんです。でところがやっぱり20数年前本当にこの時期を選んで竹を選んでしっかりした竹で作られたやっぱ作品だけあってね、綺麗です。むちゃくちゃ綺麗。いやー、これぜひね、ここしっかりと遠巻き直してお客さんにお届けしたいなと思いますね。これね、何がいいかというとね、A4 のサイズのやつなんか放り込めるんですよ。ちょっとした書類だとか何でもこう放り込んでこうやっていけてね、でこう取り出しやすい、それがものすごくいいとこなんですけどね。で僕の使ってるのはもう本当にいいなと思ってたんだけど、すごいよねこれ。これがまた20年30年使っていけるわけだから、いやーほんといいわ。竹かごってねほんといいですよ。特にこの八つ目っていうのは最近人気あって、竹虎のウェブサイトなんかにもいつもお越しいただいても結構売り切れのことが多くて本当に申し訳ないと思ってるんですけど、なかなかねいいものだけに竹も選ぶしね、なかなか実は出来上がることが少ないんですけれど、もうこんなん持つとちょっとねこうやって行ってどっかお出かけ、こうね買い物したくなるから。いやいいでしょ僕の使ってるやつももうだいぶ前のやつなんで、やっぱり竹質って結構いいですよ。そんなにね傷もなければ芯もないし、そんな遜色もないんですけど、やっぱだんだんねマダケの品質っていうのは確かにね悪くなってきてるんじゃないかなと思いますね。自分たちがもっとしっかり竹を管理してできるだけいい竹をね生産するようにしなければいけないな。こういったね昔のいい作品をいい家具なんかを見るたびにねやっぱ思いますね。この力竹もそうなんですけど、これ厚みがあるでしょ。これ厚みのあるこういった力竹が入ってるんだけど、ここの四隅にもねこれ見てください。この厚み分かりますかね。この四隅っていうのがカゴで一番傷みやすいところなんですよ。でもその四隅を守るようにガードするようにこのね竹の細いこの竹のしっかりしたこのガードがこの四隅にしっかり入ってるんですよ。これがまたねこの八つ目バスケットを長持ちさせている秘訣ですね。はい、ということで今日は、お客様から戻ってきた八つ目バスケットを皆さんにご覧いただきました。またですねこの八つ目バスケットしっかり修理してですねお客様のお手元に届けたいなというふうに思ってます。ノーバンブーノーライフ。最後まで動画をご覧いただいてありがとうございます。グッドボタンチャンネル登録よろしくお願いいたします。